問題 A。大文字アルファベットの単語が入力される。1文字ずつスペースで区切って出力しろ。そういう関数があるよね。もちろん、ループを書いてもいいぜ。ちなみに、改良で区切ったりしても正解扱いされる。ちなみに、この問題の原案は私。問題 B。整数が何個か入力される。2番目に大きい数。正確には、最大の数以外で最大の数を出力しろ。大きい順に並べて2番目を出力したいけど、かぶりを消してからにするよ。ちなみに、この問題の原案も私。問題 C。小文字アルファベットの文字列が入力される。長さ1以上の部分文字列であって、全部同じ文字であるようなものは何個？同じのが何度も出ても1回しか数えないんだね。ここからは、時間に気をつけろ。20万文字だと、全部飛び出す暇はないね。20万の2乗の半分、200億通りってとこで、全部見たらどんなに流行っても数十秒はかかるな。まあ、全部見る必要はなくて、同じ文字が何回連続で出たか数えて、最後に文字ごとの最大コンボを足すよ。もちろんループでコンボを数えてもいいぜ。問題 D。選挙が行われ、1票ずつ開票される。1票開票されるたびに、その時点での最多得票者を出力しろ。当選の時は候補者番号が一番小さいやつ。20万人立候補してたら、毎回1位の人を探すのは手間だね。でも、今票を取った人と、さっきまでの1位以外の人が、突然1位になるわけないから、その2人だけ比べるよ。問題 E。スタンプを押して文字列を作る。はじめ、台紙はまっさら。ここに、文字列スタンプを好きなだけ押せる。押す場所にすでに文字があったら、上書きされる。はみ出しちゃダメ？ダメ。目標の文字列を作れるか判定しろ。目標文字列は長いが、スタンプは短いぜ。計画的に押す必要があるかなと思ったけど、最後の1回から決めていけば、押して損しないところにどんどん押していいね。それで、白紙に戻せたら OK。だが、20万文字を何万周もする暇はないぜ。毎回全部見なくても、押した場所の近くしか押せるようにならないから、DFS とかで空白を広げてけばいいよね。問題 F。カラフルなボールが、袋に一つずつ入っている。この袋のボールを全部この袋に入れろ。っていう指示がたくさん出るから、ボールを移すたびに、移動先の袋に何種類の色のボールがあるか答えろ。言われたことを素直にやるしかなさそう。そうかもな。実際、移動元の袋にあまりボールがなかったら、本当に入れてしまって問題ない。問題は逆の時だね。あ、もしかして、反対向きに移して、袋の名前を入れ替えればいいかな？こんな風に中身が少ない方を多い方に移すと、各ボールがログ N 回しか動かなくなるぜ。今週はリサーチが忙しくて、これだけになっちゃったけど、これからは週2本は確保するらしいから、よかったらチャンネル登録してね。ご視聴ありがとうございました。